イーロン・マスクがツイッターを買収して変なことをやってる間に、世界一の金持ちがベルナール・アルノーに変わりました。ベルナール・アルノーと彼が導いている LVMH について見てみましょう。LVMH と聞くとピンとこない人もいると思いますが、何の略か聞けばすぐわかると思います。ルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシの略です。LVMH は75個のブランドを持っている世界13位の兄弟企業です。LVMH が持っているブランドをいくつか並べてみると、ファッションブランドではルイ・ヴィトン、ディオール、ジバンシ、フェンディ、ロエベ、セリーヌ、ケンゾーなど有名なブランドがあります。時計ブランドはタグホイヤ、照明、ジェニス、ウブロー、ブルガリー、ティファニも LVMH のものです。お酒メーカーのモエ・エ・シャンドン、ドンペリオン、ヘネシー、クルックなども持っていて、スーツケースで有名なリモワーも LVMH のブランドです。今日はこのブランド帝国を手に入れたアルノと LVMH について軽く見てみましょう。ベルナール・アルノは1949年にフランスで建設業を営む家に生まれました。子供の頃から頭も良かったし、ピアノも好きだったので、ピアニストになるのが夢でした。でもある日、ピアニストの夢を捨てて、お父さんの仕事を手伝い始めます。ピアノをやめたのは、自分は確かに才能があったけど、ナンバーワンになるためのスーパー才能ではなかったのを気づいたかららしいです。1981年にフランスの社会党が政権を握ることを見て、アルノはフランスではビジネスを広げられないと思ってアメリカに移します。マイアミなどで不動産開発をしながら結構なお金を稼ぎました。その数年後、フランスのマルセール物作グループという会社が倒産直前で新しいオーナーを探しているという噂を聞いて、アルノはフランスに戻ります。物作を買うために家族の会社はもちろん銀行からお金を借りて全てをかけました。アルノは物作が持っている会社の中でディオールが欲しかったです。アルノが物作を手に入れた後、9000人を解雇します。その後、ディオールを含むいくつかの会社を残して、他の子会社をバラバラにして全て売却しました。この過程でアルノは物作を買う時のお金の10倍のお金を手に入れます。当時ヨーロッパではお金のために社員を大量に解雇するとか、会社をバラバラにして売却することはありえないことだったので、ものすごい批判と非難を受けました。アルノは、私が約束したのは会社が利益を出すようにするだけでしたと言ってました。彼はアメリカで学んだやり方でヨーロッパの企業を借りました。アルノのあだ名がキャシミヤを着た狼なのも納得ですね。モエット・シャンドンとヘネシーは1971年に合併します。どちらも種類会社だから流通、マーケティングなどのインフラを共有できれば利益も上がると思って合併しました。実際モエ・ヘネシーになった後、売上が20年間で約3倍以上跳ね上がりました。世界中のコニャク市場の 20%、シャンパンの市場の 15% を獲得しました。ただ、モエ・ヘネシー系の持ち分が約 20% ぐらいで少なすぎましたので、誰かが敵対的に会社を買収してしまうと、会社を取られちゃうという不安がありました。その不安をなくしてくれる救世主、ルイ・ヴィトンが登場します。1987年にルイ・ヴィトンと合併して持ち分が 50% を超えるようになりましたが、新たな問題が会社の中で起きました。ルイ・ヴィトンとモエット・ヘネシーはほぼ全てのところで意見が合わなくて、毎日喧嘩をする日々が続きます。
例えばルイ・ヴィトンはクラシックコンサートとか美術館にスポンサーをしたいのに、モエット・ヘネッシは F1 のようなレーシングにスポンサーをしたりしました。喧嘩が続くのとともに両サイドは不安になりました。片方が持ち分を他のところに売却したりすると経営権を守れないという不安です。ルイ・ヴィトンと合併するときと同じように自分をサポートしてくれる友達が必要になります。そこでモエット・ヘネッシは酒類業界の大手ギネスに協力してもらって株を買ってもらいました。それを見て不安になったルイ・ヴィトンは同じファッションブランドのディオールを持っているアルノにお願いをして株を買ってもらいます。その中、アルノは裏でモエット・ヘネシとギネスと協力して LVMH の株を買収していました。裏切られたのを気づいたルイ・ヴィトンは株を買い集めたり訴訟を起こしたりしたものの無意味でした。アルノの手に入った LVMH は攻撃的にブランドを買い集めます。ブランドの買収方法はそんなに正々堂々とは言えないやり方が多かったようです。こんなアルノも買収に失敗したブランドがあります。それはエルメスとグッチです。グッチは友達でありながらライバルだった PPR グループに負けて買収に失敗しました。その後、目標をエルメスに変えて数年間バレないように株を買い集めたんですが、エルメスの人たちがみんな一つになって持ち分を合わせて会社を守りました。50年後に iPhone が人気があるかわからないけど、あなたのところのシャンパンはみんな飲む気がするとスティーブ・ジョブズがあるのに言ったことがあります。ブランド品を買える人もどんどん増えているので、ブランド市場は間違いなく今より大きくなる気がします。世界一のブランド品の会社 LVMH の今後も気にしてみる必要がありますね。今日はここまで。バイ。